ダブルレーン、高速周回っていうのをいっぺんにやっちゃいますんで、1台につき大体15分ぐらいやっています。皆さん満タン、今年は乗ってこられた方満タンになってますでしょうか。はい、はい。休憩、燃費など、記録はされてます。古川さんがこっちに向かって、デビューを書いてください。はい。はい。トルコ AT だっけ？トルコ AT ですね。7G トロニックです。普通の乗用車だね。発進から変速すべてが穏やかで、減速時の変速ダウンもすごくショックがなくて、だからそういう意味での完成度は本当に高い車を作ってますね。加速は2リッターターボで211馬力で、十分な期待以上のパフォーマンスを持ってます。しかし実際の速さよりもそのフィーリングがものすごく穏やかでリニアな感じでスムースですね。そこはちょっとびっくりしました。でブレーキは、最大の制動力で言えばちょっと利きが、甘いっていうわけじゃないんだけど、もうちょっとそこで止まりたいっていうところから車反射新分ぐらいちょっとスッと伸びてしまうんですけど、でもペダル踏んだ時の感じとかはものすごく安心感があって、ペダルから感じられる部分で言えば十分な合格点が与えられると思いますね。だから最大の制動力を出すよりも、ドライバーに安心して踏めるような環境づくりという部分ではよくできてるなと思います。でエンジン横置きフロントトランスアクスルですけど、やっぱり、ちゃんとパッケージ的にはフロントのタイヤが前方向に行って、アクセルペダルは右ハンドなんだけど右側、ブレーキペダルは体の中心よりも AT だけど完全に今右側にあるので、こういうレイアウトだったら踏み間違いはしないです。オルガン式じゃない吊り下げ式なんですけど、でもだからといって使いにくいところはなくて、よくこういうところ細かいところまでメルセデスはやっぱ車作りをうまくやってるなっていう感じがしますね。ABS もすごく音が静かで、ブレーキペダルからわずかな振動はあるんですけど、大げさな感じがなくてすごくいいと思います。だけのチームお願いします。1回目ノーマル、2回目はスポーツプラスでいきます。はい。
一番とこまで行っちゃって、まずこうスタートするときにP レンジから D レンジに入れるけど、このギザギザゲート、これよく考えてみたら昔の W124 の時代のベンツのギザギザがまだ残ってるとかですね。でそのなんか操作感もなんかガチガチガチっていう感じで、今もう BM もジャガーもランドローバーも全部そのスティック状のもっとこう洗練された AT のシフトレバー、あるいはメルセデス・ベンツはこのステアリングシフトのレバーなんですけど、こういうところ一つとってもまだ昔のなんかこうユニットが残ってるなっていう感じがあって、まあそうは言ってもと言ってこう走るんですけど、スーッとこう走ってった時に、同じ2リッター直噴ターボ4気筒で横置き4駆なんだけど、こっちの方が、ギアボックスが6速トルク AT ということと、あと車重が200キロぐらい重いのかな。そういう意味でなんかこう切れ味が悪いようなこう加速感なんですね。なんか後ろにこう後ろ髪引かれてるような感じなので、スーッとこう気持ちよく走っていかないみたいなところがあって、まあその辺がやっぱりギアボックスのギア比の問題とか車重の問題とか、まあいろんなものが多分絡んで、エンジンスペックではこっちの方が同じトルクで出力はこっちの方が若干20馬力ぐらい多いんですけど、まあ、実際加速してみると GLA の方がこう非常にスムースですね。でそれはもう毎日感じる領域なので、ちょっとそこはやっぱりレクサスとしてもうちょっとそこを詰めないとっていう気はしますね。ですから、まあ、今もうみんな8速系が入ってきてますから、やっぱりちょっとギアボックスが古いなっていうのと、まあ、シフトレバーの感じが古いなっていうのはありますね。せっかくのその新しいジャンルなんだけど、もうちょっとそこは頑張ってほしかったなっていう気がしますね。でブレーキなんですけど、これは完全にちょっと効きが甘いですね。あそこで止まるんだろうなと思ったところからやっぱ車1台分以上前に行ってしまうので、もう必死になってブレーキ踏んでも、まあ、最後のこう効きのところがちょっといまいち弱いなっていう感じがあるのと、 ABS が働きますが、この ABS がなんかもうガガガガガっていう感じでジャカーと同じでちょっとうるさい。なのでこういうところにもなんかこうユニットがレクサスになってないっていうところがあって、この辺がやっぱりトヨタの箱の中で作られてるレクサスなので、もう一つ飛び抜けていかないと、一つずつのその一品のユニットをレクサスにふさわしいものにしていかないといけないんですけど、まあ、世界にはそういうサプライヤーいっぱいあるんですけど、まあ、トヨタの箱の中で選ぶとこういう車しかまあ作れないというところが今のまあ限界点なのかもしれないですね。こういう高速領域はやっぱ大したもんだな。おっとりしてて。なんかテストの順番で今まで激辛カレーばっか食べてきたから、この車がなんか普通のなんかこう保守的な日本車に感じてしょうがないんだけど、まず SUV という感じはしないね。もう目線的にちょっと車高の高いパッセンジャーカーっていう感じがあるので、まあ、それは多分 GLA の狙い通りなんだと思います。でメルセデスはもう全体がとにかくマイルドに万人向けにこう誰が乗っても乗りやすい感じで仕立てられてますね。そういう意味で、まあ、日本において、まあ、AB のそのプラットフォームベースで作られたまあ、SUV 風の車ですけど、非常に本当に日本車のユーザーが乗っても違和感がなく乗れるように作られてます。高速は本当にそのスタビリティと乗り心地とレンジエンジンした時のその
安心してその隣のレーンにこう高速でレーンチェンジできるような作り方をしてますから、速度無制限のアウトバーンで、誰が乗っても安心して安全に長距離移動できるような、車を作ってますね。だからあえてアドレナリンは出さないで、その代わりドライバーにこう過剰な刺激も与えないで、ドライバーのこう能力をいい状態でずっと長距離保って、疲れさせないで、走るような車作りを目指しているのかなと思います。その裏側にはロングドライブのその快適性安全性というものがこのメルセデスブランドの中に、しっかりと根付いてるなというのは、この GLA 乗ってもそこはよく分かりましたね。ただちょっと全体的に高速なんか走ってると風切り音とかちょっと日本車の方が少しいいかなと思うぐらい、風切り音の音なんかがちょっと入ってくるのは気になるんですけど。でもこういうところは静かでいいね。レクサス勝てるかなと思ったけどやっぱりダメでしたね。ズバリ言うと AT と、ABS のユニットのところがかなり足を引っ張ってるんじゃないかなと。せっかくの新エンジンなんですけど、それがドライブフィールに 100% 生かされてないというところがちょっと残念ですね。でも実際に高速走行してみると、風切り音とか細かい振動とか NVH はさすがトヨタだなと思わせるぐらい、よくできてます。ですから CLA 乗ってると何回かこうパワーウィンドウをもう一回閉めてみようみたいなスイッチをしてしまうんですけど、こっちの方がそういうところは静かですね。だから、メルセデスよりもいい部分もあるんだけどやっぱりちょっとまだ負けてる部分もある、そんな感じで、1勝2敗かなっていう感じがちょっと今のところしてますね。でも、よくそのメルセデスの世界に、レクサスも近づいてきたなという部分で言えば、評価はされるのかもしれませんけど、本当にこう戦うんだったらもう一歩踏み込まないといけないと思います。あとそのレーンキープとかいろんな機能がついてるんですけど、とにかくスイッチの数パッと見た瞬間、ベンツの GLA の3倍ぐらいスイッチがありますよね。だからここはもう完全にドライバーがディストラクションしてしまうので、こういうところのインターフェースももっと上げていかないと、これからの時代ちょっと辛いかなという気がします。もう一発目のソーダから入ってくるよダブルレーン、これはちょっと驚いたのはやっぱりそうかと思ったのは、もう急ハンドル切った瞬間からもう ESC が介入します。思い起こせば15、16年前に A クラスが登場した時に、エルクよけで、リコールになったわけですから、メルセデスにとってはもうダブルレーンチェンジこそトラウマを乗り越えて、もう各モデル100万回以上テストして市場に出すぐらい入念に ESC をチューニングしてますから、どの車よりも早く、スッとステアリングも当てて、隣のレーンに行かないうちにもうブレーキでカカカッとこう車速を60キロぐらいまでも落とし込んでいくので、最後出ていくのがすごく楽なんですね。
だからあんまり速い速度で通過させようとかそういう意識はメルセデスにはなくて、とにかく安全性最優先みたいな感じのチューニングです。この辺がその各社考え方の違い、あるいはその車のモデルによるキャラクターの違いで、使い分けているので、多分メルセデスもAMG ぐらいまでいくとまた違った、ESC のチューニングをしてるんじゃないかなと思います。そういう意味でこの車はもう誰が乗っても80点90点のパフォーマンスを引き出せるように作られてますね。そこはやはりそのブランドの持つなせる技っていう感じがしました。これは一発目に返しておいて最後出れなくなるっていう。ダブルレーンはアメリカの大学と一緒で、入るのは入れるんだけどなかなか卒業させてくれないと。だから隣のレーンにはもうスッと行けるんですけどね、ただそのスピードが高いのでその次の元のレーンに戻る時にやっぱりこのボディのイナーシャ持っちゃってるから元の右のレーンに戻ろうとする時にもう戻れなくなる感じがあるので、入り口は入れてくれるんですけど最後出れないみたいな感じなんですね。そこはもうちょっとバランスよく入り口と出口が最初のレーンチェンジと元に戻る時の性能をもうちょっと標準化していかないとなんかドライバーはちょっとびっくりしちゃうところがあります。そういう意味でメルセデスみたいにメルセデスは逆にもう入り口を難しくして出口は楽、日本の大学みたいなもんなんですけどじゃあトヨタレクサスに入り口はいいけど最後出にくいよっていうところに何らかの哲学があればいいんだけどそれは多分あんまりないんじゃないかなと思うんですね。だからそこはもう少しその平均化標準化していった方がいいなと思います。でもその ESC の働かし方もやっぱりその ABS のユニットを使うのでちょっとその荒っぽい感じがあって、レクサスだったらもうちょっと洗練された、VSC、ESC の作動方法をやっていかないと、このプレミアムセグメントとしては、ちょっと満足度が低いかなという気がしますね。ちょっと心配だなこれ。このぐらい水残ってます。本当風切り音が気になるな。ちょっと早いなこれ。104にしました。104メーター目104。104。104。
よし行くぞ。100.11全然変わんねえな。 49m。ばらつきないね。今日のウェットのテストではなんとなくこの GLA が、タイヤの山もあるし、メートル元気になってる感じです。1回目も2回目ももうほとんど同じ。ちょっと2回目意地悪くハンドルガーンとこう切っていくんですけど、アンダーオーバーの出方とライントレース制動距離がもうばらつかないので、やっぱりさすがメルセデス、いわゆるドライバーの違いによるその性能差が、ロバスト性が非常に高いというふうに、思います。そういう意味で、今回のこのテストでは、この GLA を、目指していけばいいのかなと思いますね。でとにかく切った瞬間にきちっとライントレース性が打の正確性が高まりながら、しかも、アンダーオーバーというそのモーメントも出ないで弱アンダーかほとんどニュートラスタイヤのまんま40R に向けて若干弱アンダーですけど一定の弱アンダーを保ちながら一定の減速 G が最初から最後まで全部、狙った通りの性能が一定で出てくるっていうのがいいですね。途中から急に止まんなくなったりとか急に打が効かなくなったりとかっていう変化がないので基本性能とおそらく電子制御がものすごく緻密に、マッチングされてるいい例だと思いますね。乗るとなんかすごく地味な車なんですけどちょっと保守的でなんか日本車に乗ってるような感覚があるんですけど、その、きめ細かさ緻密さで言ったら相当深いところまでいろんな性能がうまくバランスしてるのかなという感じがします。こういう車こそなんか安心して信頼がおける車だなという気がしましたね。タイヤは山あるけどね。99.73。結果は GLA に対して制動距離は1割ぐらい伸びて、ライントレースの最終的に止まった場所はちょっとアウト側に膨らんだので、GLA を100点とするならば、そんなに大きく離れてないから、80点ぐらいは与えられるかなという気はします。そういう意味では期待はあんまりしなかったんだけど、ドライのその直線ブレーキでちょっと ABS の粗いところがあったので、それがどうなるのかなという気はしてたんですね。ですからそういう意味で、旋回ウェットのブレーキ性能においては、まずまずの合格点かなという気がします。重量が重いので、ハイドロも起きにくいですね。スポーツカーは車が軽くてタイヤが広いんですけど、この手の SUV だとタイヤが狭くなって重量が重いので、対ハイドロ性能に対して言えば仮に山が減っててもSUV に乗ってた方が雨の日の高速道路の安全性っていうのは高いと思うんですけど、とにかく軽くて幅の広いタイヤを履くスポーツカーがやっぱり雨では一番危険だなっていうのがよく分かりましたね。今回この NX、そういう意味では十分合格点を与えることができると思いますけど、ただこの路面から出ていく時にフル加速で出ていくと
四駆にさせる制御とタイヤが滑ったらエンジンを制御するところがなんか、少し混乱しているようなところがあって、結果的にウェット路からずっとこうスピードを出して加速していくと途中でこうググググッとこう引っかかりながら行くようなところがあるので、そういうところの細かい制御も、もうちょっときめ細かくやった方がいいのかなと思いますね。